ボタン便利いや、だね。便利。超細かく設定できる。マジ？はい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、大渡りょうさん。よろしくお願いします。りょうさん、今日一緒に紹介するのがですね、はい、じゃん、こちら、トーン X プラグ。トーン X プラグ。中身がですね、こちらでございます。もう見えるこれ。りょうさん、はい。ヘッドホンアンプみたいなね、は手のひらのこんな感じですよね。このサイズで、トーン X シリーズありますよね。いろいろなものが出てる、ソフトウェアでもハードウェアでもいろいろ出てきましたけれども、あのトーン X の音と全く同じ音でヘッドホン練習できちゃう。おーというアイテムです。ボタンとかどんな感じになってるかをまず。パワーのボタンがあって、プリセットの上げ下げのボタンが2個。で、こっち側はボリュームが上げ下げ2個ついてて、だからシンプルにボタン5個はそれだけ。それと背面はヘッドホンのプラグと USB。1回充電で6時間。6時間はい、連続でできるということです。それと折りたたみ自在のこのプラグが、例えばストラトだったり、テレキャスターだったりね。レスポールだったらこうですね。そういう感じだね。これで挿す。じゃあ実際の音を出してみましょうか。はい。パワーボタンを長押しで起動と。起動。ヘッドホン。はい、りょうさんこれ。はい。どうですか？なんかね、もう最初からコーラスがかかって、現場対応できるような。できますか？ちょっとリバーブがかかってて。僕たちに今でも何も聞こえてないので、なので今日はヘッドホンじゃなくて LINE で皆さんにもお届けするようにちょっとつなぎ替えますね。はい。はい、じゃあ今つなぎ直しまして音が皆さんに届くようになりました。このヘッドホン端子から LINE につながってる。そうですそうです。はい。さっき僕が聞いてたヘッドホンで聞いてたのは、こういうクリーンのね。コーラスがかかったね。心地よいクリーンサウンドですね。で、そちらがですね、今こちらのアプリで、これね、ジャズコーラスクリーンなのかな。おー、なるほど。JC なんだね。ここねですね、一番左のエディターを押すと、JC ですね。ちゃんと絵的にもね、満足できる感じになってるね。そうですね。他のプリセットを見ていきましょうか。歪ませたいですね。はい。この次のマーシャルだね。マーズ800リードって書いてあるけどね。はい。行きましょう。こっち。ゲイン感とこのバイト感ね、ありますね。ある。これね、トーン X の音です。トーン X の音っていうのは、トーン X ユーザーの人ならすごく耳に馴染みのあるいつもの音がもうここから出てるっていう感じだと思いますね。びっくりだね。次にこれディーゼルリードですよね。ですね。ディーゼルだね。さらに原因が増して、弾きやすい感じ、なんか速いフレーズとかレガートとかもついてくるぐらい原因が上がった感じだね。続きましてはですね、このアプリでどういうことが操作できるのかっていうのをやってみたいなと思うんですけど、まず初めに言うとめっちゃ使いやすいです、これ。操作感。いきますね。このマーク5のドライブ、少しね、ドライブしてる、このアンプで、説明をしていこうかなと。じゃあまずアンプからいきます。これはね、あんまり説明するほどでもないんだけども、軽くいじりますか。こんな感じで、僕ね、ミッド上げるの好きなんで、やっぱ気持ちよかったですね、今。で、さらにですよ、皆様。これね、うおーと思ったんですけど、ここ右上になんかアイコンあるじゃないですか、ここ。あるね。これを押すと、なんと、超細かく設定できる。おお、マジ？はい。これが、例えばミッドも今、ミッドをね、こうやっていじりましたけども、ミッドの中心の振り剣士、この周波数ですね。ここもこうやって変えれるし、その9、ミッドのこの幅も変えれるし。
で、これがトレブルとベースも振り消しがいじれますと。さらに、このね、ポスト EQ かプリ EQ かも選べるんで、プリアンプのドライブの前に EQ をかけるか、ドライブ、まあそのアンプの回路の後にかけるかですね。これもプリにしてみますね。はいなるほど。はい。ポスト側の方が、まあ、EQ が後ろに来るので、EQ のカラーが出やすい、もうかなり効く EQ みたいになりますね。でもプリ側も、なんだろうな、この味のあるイコライジングというか、アンプを優位にさせた上でのその手前でどう変えて、アンプに送るかっていう。あとね、さっきなかったね、プレゼンスが登場しております。で、まあ、一番下のね、このリセットボタンも何気にこれ熱いなと思って、もうわけわからなくなってきたら、もう、オラーってやったら、もう全部デフォルトに戻る。これ便利。これ便利。まあ、これがアンプの音作りですね。なるほど。はい。で、続きまして、じゃあ、キャビ行きましょうか。キャビに行ってみます。キャビはですね、まず大きく3択あるんですけども、1個目はトーンモデルですね。この中から選べます。トーンモデルっていうので、まず選べるわけです。はい。ポチッとやると、音めっちゃ変わります。キャビが変わるとやっぱ設定もこう変えたくなるわけですよね。さっきミッド上げましたけど、このキャビだったらミッド上げるとちょっとあれだなとかを、でここでね、この組み合わせ、ここの行ったり来たりしながら音を作っていくと楽しいですね。視覚的に本当に分かりやすいね。いや、そうなんですよ。本当にいじりやすいというか。いや、めっちゃ触りやすいです。なんかアプリってたまになんか反応が微妙なやつあるじゃないですか。あるある。それないですね、みたいな。あと、VIR というですね、新しいモードも増えておりましてですね、これもね、まずね、結構ね、いろいろね、IR をね、選べるんですよ。やっぱコマーシャルっぽいね。4×12。はい。で、さらにですよ、この VIR には、ここポチッと押すと、このね、2本のマイクの位置とか。マジ？はい。これさ、ここに立てるとハイ寄りなんだってね。そういうのこの視覚的に分かりやすいね。マイクもリボンマイクに変えてみたりして。空気感たっぷり。そうですね、柔らかくなりましたよね、リボン特有のね。選択肢の幅は広いね。はい。一番右のね、この IR はこれサードパーティー製の自分の持ってる IR のウェブファイルとかを読み込めるので、なるほど、はい、好きな IR を当てて使うこともできますね。なるほど。はい。で、この後にですね、りょうさん、はい、出てきましたよ、これ。エフェクターたち。エフェクターがね。はい。テープのディレイですね。あとプレートのリバーブかかってるんですけど、一回ちょっとオフるか。オフるとどうなんだろうな。これエフェクターはもう全オフですね。ね。はい、アンプとキャビだけ。はい。寂しい。キャビもオフれますよ。オフるともうジャージャーです。あ、ラインで直出ししたみたいな。そう、アンプもオフるとこれもう本当に。ああ、なるほど。なんか恥ずかしい。で、じゃあエフェクターなんですけど、じゃあ例えばコーラスかけてみますね。コーラス、はい。これ今アンプの後ろにかかってるじゃないですか。で、普通コーラスってアンプの前に入れるじゃないですか。そうだね。これプリ押すとアンプの前に来ます。このボ
タン便利いや、だね。便利。これもうポチポチだけなんで。プリポストボタン。はい。何これ。これで、まあ僕はアンプの前にかける音の方が好きなんですけど、まあ皆さんも多分そっちの方が馴染みあるコーラスのサウンドがするんじゃないかな。ギターがコーラスかかって、それが原因が上がるっていう、そうですね。はい。じゃあどういう時に後ろのこのポスト側にするかっていうと、まあこっちの方が綺麗にはなるんですよね。そうだね。じゃあディレイも多めにかけて、テープとデジタル両方聞いてみましょうか。違いよね。はい。これね、ピンポンディレイもできるんですよ。ピンポンディレイ。左右でこう。なるほどね。はい。という感じですね。で、まあ僕ちょっとテープの方が好きだからテープにしようかな。で、これで右下にシンクってありますよね。シンク、これがなんと BPM にシンクロするんです。はい。便利。はい。なので今 BPM120 でシンクロさせて、まあこれ4分の1なんで、これ支部ですね。支部だね。はい。で、これを、これ不点8分。はい。はい。まあそんな感じで。シンク便利。便利ですね。で、リバーブでございますけれども、リバーブはね、見てください、この選択肢。すごいね。スプリング、ルームプレート。これもうギタリスト特化ですよ。スプリング2、スプリング3、スプリング4。ちょっと明るめですね。ルーム。ルームだな。はい、プレート。弾きやすいね。いいですね、やっぱり入ってると。でも僕やっぱプレート派だな。まあこんな感じでエフェクターがね、他にもここでコンプがかけられたり、あと先頭にノイズゲートがあったりしますので、という感じでございます。はい。じゃあ、りょうさん続きましてはですね、下の真ん中にトーンネットというのがありまして、こっち、ネット上にこういろんなユーザーさんが上げておられる音色が、こちらから取得ができまして。これは無償でみんな使ってほしいって共有したい人がそうですね、そうですね。まあアカウントをこう作って、まあ登録して、取るときもアカウント登録が必要なんですけども、それで。じゃあ一番上の、これいきます。メイヤーパック。ジョン・メイヤーってことかな。メイヤーパック。これ気になるな。これタップすると、このネットでね、ネットから取ってきてくれて、ちょっと待ってね。あ、変わったな。アンプが変わりました。じゃあそのユーザーが上げてる人のサウンドってことですね。そうですね。すごく弾きやすいよ。本当ですか？なんというか、もっとね、ただのドグリーンだと、ペラくてこのフレーズがついてこなくてなるけど、ちゃんとね、考えられてて、弾きやすい感じがします。なるほど。続いて、パーフェクトマーシャル。これ、パーフェクトマーシャル。どういうなんか弾きやすいところだね。マーシャルのジャリットガンがちゃんと出てますね。続いてはマッチレス。マッチレスか。なるほど。がね、さっきのメイヤーパックよりもカリッと歪んでる成分があって、ちょっとパンチがあるね。そうですね。すごい好きだね。なんか聞いてて思うんですけども、トーン X の音っていうのがこう、やっぱ土台にありつつも、その中でちゃんとこの各アンプのキャラクターが適用されてるような、なんかそんな感じですよね。確かに。次の AC30 もこれクリーンかな。パリンとしてるね。これに後からね、自分のお好みのコーラスとかをじゃあこのプリでかけて、もう今西君使いこなしてる。いやもうリバーブも深くしちゃおう。
これやっぱ改めてヘッドホンでこれ楽しめると、あとスマホでこれ本当に使いやすいからいいですね。じゃあ最後にですね、僕たちのお気に入りの音を選んで映像するというので、今2人で音を選んでみたんですけども、はい、これ良かったんですよね。 06C のこのアンプが、多分ねこれはねフリードマンだね。ですね、これがね良かったんでこれでいこうと思います。でちなみに、さっき触れそびれたんですけど、アンプの種類ってめちゃめちゃあるんですよ。もうめちゃめちゃあるんで、もう確実にもうこれ沼確定です。いやそうですよ。だからこれとさっき説明したキャビのもう本当にあるんですよ、いっぱい。ただ分かりやすいのがね、はい、全部この絵でそうですね、表現されてるから、はい、この自分が知ってるアンプがすぐ見つかりやすい感じですね。ですね。じゃあこのアンプで、ね、最後いきましょうか。ね、じゃありょうさんお願いします。はい。いいですね。1、2弦のこのアップペッキングとかめっちゃ良かった、ちゃんと反応してくれる感じ。りょうさんこうやって一通りやってみましたけど、はい、ぶっちゃけどうでした？ぶっちゃけ、こんな操作性が簡単だと思わなかった、ああそれは本当そうかも。このトーン X プラグ概要欄に載ってますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。今回の動画良かったって方は高評価、そしてコメントやチャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いします。じゃありょうさん今日はありがとうございました。じゃあまたの動画でーす。